それでははじめに皆さんも気になるであろう10億円のあらすじをまず見ていきましょう。市場が開かれた影響で、古の土地の所有権が無に返った。所有者を失った土地は荒んでいくだろう。だが、心配することはない。自然と霊たちが土地に取り付いていき、いつも通りの窮屈さを取り戻すのだから、そこに欲深き獣たちがいなければの話だが、これは東方期慶獣と交流道の続きっていうのが感じられるな。たくさんのキャラが巡り争うという非常にそそられるあらすじですね。それではまずはじめに、東方プロジェクトの主人公である白霊霊夢のストーリーから解説していきましょう。一面で出会うのは駒のアウンです。おお、同居人同士で戦うとは珍しいな。アウンは東方天空小三面ボスで、霊夢も知らぬ間に白霊神社を守護していた狛犬ですよ。アウンは神社からはあまり離れないようですが、霊たちが騒いでいるのでテンションが上がって外に出てきたようですね。正確には狛犬は架空の動物、霊獣とされているので、同族が騒いでいるとテンションが上がるのでしょう。アウンに勝利後はそのまま次のステージに向かいます。二面で出会ったのは、小さな検証ナズーリンです。今回のナズーリンは背伸びポーズが可愛すぎますよね。確かにあれどういう角度で立ってるの？ナズーリンは職務には忠実であるのですが、毘沙門天という強力な後ろ盾があるため尊大な態度を取ることもあるのです。他の精錬戦のメンバーとは異なり、特別聖を慕ったり恩義を感じていたりはしません。普段は妙蓮寺ではなくて、無縁塚の近くの小屋で過ごしていますよ。無縁塚は幻想郷で危険度最高クラスの場所にもかかわらず住んでいるところ、ナズーリンの凄さがよくわかるぜ。5面でも再登場していて、ちなみにこの時の立ち絵はとても可愛らしく、一面のものより人気を集めていますね。スマートなかっこよさがあったが、このような可愛らしいポーズもできるのも魅力だよな。このようにナズーリンは可愛らしい見た目と違って、毘沙門天直属の管理者で妖怪としては結構強力な部類なんですよ。10億円ナズーリンは権力とかに興味があるわけではなく、宝石を探して出てきているようですね。この宝力というワードは今作でかなり重要。今作は失った土地の権力を手に入れようとするもの、宝力をめぐって動いているものに分かれていますね。それが巡り合うというものか、絶対ストーリー面白いじゃん。この時点での霊夢はこの権力争いについて、そこまで大きな異変だとは思っていないようですね。しかし勝利後は霊以外にも狙っているものがいると思い、気合を入れ始めていますよ。そして次の3面では2人目の東方プロジェクト主人公、マリサと出会いますよ。体験版では10億円マリサはどこかいつもと違っていたよな。そうそう、会話を見ると霊夢に対して、天才にあぐらかいてんじゃないのかと、公式で天才と努力家の関係性とマリサの罵りが見られます。パチュリーやアリスみたいなライバルキャラクターの場合にはよく罵っていたが、親友の霊夢に対しては当たりが弱かったのに珍しいな。かなりマリサが力入ってる感じがしますね。前作のバレットフィリアで活躍したことやはたまた他の存在の影響が強いかもしれません。この後の展開が楽しみすぎてやばいぜ。おい霊夢、巷は大変なことになってるぜ。見ればわかるわよ。本格的に動物霊が攻めているなんて予想はしてたけど、畜生界のアウトローたちの仕業だわ。動物霊攻めてくる？何を寝ぼけたことを言ってるんだ。重要なのはそんなとこじゃないぜ。これは第一の所有権の問題だ。一部の裕福霊たちが決して手放そうとしなかった第一の所有権が、突然放棄されたんだ。これはピンチじゃない？チャンスだぜ。貧欲な霊たちに支配される前に、少しでも手に入れようぜ。なるほど。あんたはそっち側なのね、マリサ。目を覚ますのよ。人間の知性を放棄して弱肉強食の利に身を委ねるというなら、あんたもう畜生よ。成仏してみせる。やはりどこか霊夢を煽っている感じがあるな。煽りから弾幕ごっこに入るのが基本だとズンさんも言っているほどなので、いつも通りといえばいつも通りですが、ただ、マリサが霊夢に対してここまで煽るのは珍しいですよ。今作は憑依と関係があるので、マリサが何かに取り憑かれているというのも考えられますね。そして、マリサに勝利後、マリサが言うには今回の黒幕は動物霊の仕業とは違って、また別の何かと言っていますね。ほう、マリサは何か知っているようだな。マリサパートでは、マリサの考えがわかるはずなので、後々真実がわかるでしょう。そして次のステージに出てきたのは、南東二の四天王である伊吹スイカです。マジか。スイカの登場は激アツすぎだろ。スイカの登場は衝撃的すぎて私と同じようにコントローラーを投げちゃった人は多いでしょう。格ゲー作品からズンエで再登場を果たすのは異例中の異例ですからね。伊吹スイカは東方ヨーヨームのその後の作品にあたる東方水無双のラスボスですよ。格ゲー作品の後は何度か弾幕系シューティングでも登場していましたが、ちゃんとズンエの立ち絵がもらえていなかったのですが、ついにズンエでの登場を果たしました。ズンエでは思った以上に背が高くたくましいですね。もっと幼いイメージがあったけど、ズンエだとそうでもなかったよな。スイカはどうやら今作
くの黒幕について何か知っている様子で、黒幕は地獄にいることを知っているようですね。ただし、霊夢は地獄に隣接する畜生界に向かおうとしていたようです。見込み違いだと思ったスイカは霊夢に弾幕を仕掛けることに、しかし腕自体は鈍っていないことを悟り、特別にスイカが畜生界に行くよりも手っ取り早く黒幕に会える方法を教えてくれることに、その黒幕に向かうべく、霊夢は地獄に向かったのです。地獄には費用削減のために、捨てられた旧式の地獄もあるんだけど、新しく作られた方の地獄に向かっているようだぜ。地獄は自由な場所であり、地獄の女神であるヘカーティア曰く自由すぎて乱暴事も盛んなようですね。地獄は自由の国アメリカを意識しているだけあって自由なんだね。自由すぎますけどね。そしてそこで出会ったのは、新キャラクターの地獄の美しきストーカーよ母と秘境美です。何度見ても美人だが今日記事見てるな。彼女は地獄の案内人。地獄を回るには彼女なしでは厳しいようですね。おそらく今はもう絶滅に近いエレベーターガールを意識しているのではと思われますね。エレベーターガールは昔は盛んにいたが今や幻想郷入りだもんな。彼女はスイカの言う黒幕のことを慕っているようです。ヒサミの元ネタは泉津仕込めであり、日本神話に登場する読国の怪物、世物仕込めは読みの国の仕込めであり、イザナギを追い回した鬼女となりますよ。仕込めといえば化け物のイメージがありますが、仕込めには強い力を持っているとする意味もあります。世物仕込めの正体は不明ですが、イザナミが世物仕込めに命令して、イザナギを追いかけたことを考えると、イザナミの部下的な存在でしょう。そのため、ストーカーという単語がスペルカードなどでもたびたび出てくるのか。また鬼女の一種であるとする説もありますよ。そしてひと飛びで千里走るという見客を持つ世物仕込めはすぐにイザナギに追いつくが、イザナギがつる草の髪飾りを投げると山ぶどうが、次に新進カンクシの葉を投げるとタケノコが生えてきたそうです。イザナギはよは世物仕込めがそれらを食べている間に逃げたようですね。そして霊夢勝利後はあのお方のように強いと実力を認めて案内することに。一体あのお方とはどんな奴なのか気になるぜ。さて、ラストの一人は今作の黒幕にしてキーマンである、灼熱イラクの王、日白残夢です。東方プロジェクトで座っているキャラは最強キャラな傾向があるから残夢も強いぜ。かなこ様の椅子になりたいっす。設定テキストによると不思議を極めた鬼。もともとは、この世の全ての道から外れた破壊層。高圧的な鬼とは対象に、対話で地獄を支配するインテリ鬼となりました。そんな残夢に対して、霊夢は彼女が動物霊を操って地上を支配しようとしていると企んでいると思っているようですね。しかし、残夢はそんなことをする気はないし、これからもそんなことはしないとのこと。そして霊夢はまだ始まってもいない異変を解決しにここへ来てしまったと説明するのです。ほう、地上に攻め入る気はなくて、誠の異変について何か知っているということか。また残夢曰く、ある3体の銃に合わずして、ここに来れたことに驚いているようで、その実力を見込み、戦うことになります。彼女は特に悪意がある人物ではないですよ。むしろ尊敬されるべき、悟りを開いた鬼。霊夢がどうやら一番初めにこの黒幕にたどり着いたようですね。東方強力異分の凍結の時と似たようなパターンだな。あと、3体の銃について話していたが一体どういうことなんだ？この後のストーリーに大きく関わってくるワードですね。さて、霊夢パートはここまでです。エンディングの話はぜひプレイしてみてみてください。さて、次は東方プロジェクト2人目のマリサルートを見ていきましょう。まずマリサが向かったのは、昼野やワカサギ姫がいる霧の湖ですね。マリサの住む魔法の森を抜けてすぐにある湖だよな。そこで出会ったのは、月のウサギであるセイラン。今回もしっかりと宇宙人を巡ってきたようです。全然そんなことありませんよ。セイランとしては奇遇にもあったと言っていますね。ただマリサはそうは思えないと思い、弾幕を仕掛けますよ。セイランは明るく陽気な性格であり、月を裏切った霊線に対しても気さくに話しかけていたぜ。よくと全般に言えるけど、職務に対する責任感は薄いらしい。霊線とは月にいた頃からの知り合いで、感受伝の異変後はリンゴと同じく地上で生活しているぜ。そして、感受伝の時から餅つきに紫の何かがついていますが、皆さんはあれは何かご存知ですか？ああ、その正体知ってるよ。ワカサギ生活ブルーベリーサードアイアイだろ？悟空さんに怒られるからやめんかい。そう、直前まで餅をついていたらしく、相方のリンゴのスペカにウサギフベリーベリー団子があるのでそれでしょう。今作もちゃんと下手すや人をどついたかのようにフレーバーがついていますね。ちなみに、この名前は神主曰く特にペットなので意味はなく、どこか中国っぽくしたかったんですよねとのことなので、中国風な名前になっているんですよ。東方文化新報によるとセイランはセイラン屋というお団子屋を経営していますよ。若干、パートナーのリンゴの方が売れているようです。中央園では、セイランは宝玉ルートであり、土地もウサギの楽園にしようと企んでいるので、マリサが言うようにたまたまとは思えないというのは、おおむね合っていますね。続いて、出会ったのは小さな大将ナズーリンです。ナズーリンはお宝を探しに来ていますね。マリサも収集家だし、ナズーリンも収集家だから面白い組み合わせだな。ただ同僚者らしく、二人とも争っているのが確認できますよ。ナズーリンに勝利後はマリサらしい煽りを入れて次のステージに向かいますよ。それでは次に出会ったのはもちろん白霊霊夢です。
ここに関しては先ほども解説したのでマリサの考えだけ紹介しておきますね。それはマリサ勝利後にわかります。マリサが言うには、畜生界に黒幕があるとは思っていないようですね。どうやら未知の魔力を感じるようで、それが犯人だと思っているようです。またこれは獣がなせるものではないとのこと。霊夢ルートを見た後だから言えるけど、その通りだったな。なのでマリサは来たるべきに備えて大地の所有権を抑えるべきと考えているのです。なるほど。だから先に大地の所有権を取るチャンスと言っていたのか。謎が解けてすっきりしたぜ。マリサは未知の魔力を感じると言っていて、そこを目指してみることにしたようです。やはり4面からは一味違うキャラが出てきそうだぜ。さて、4面ボスは畜生界の4大組織の一つ、黒駒崎です。やはり今作も登場してきたか。黒駒崎は東方奇形獣のキャラクターで、慶賀組の組長にして狼霊の上司だぜ。崎はまだ地上の支配を狙っているようで、マリサを勧誘していますね。しかし、マリサはそんなことを見過ごすこともなく、地上のために戦いますよ。崎に勝利後、どうやら崎には何か秘策があるようですね。地上を攻めるためには、霊体では厳しいのですが、肉体のある最強の部下を魔法の森で見つけたと言っていますよ。ほう、新しく部下ができたのか。動物霊じゃないって一体どんなやつなのか気になるよ。それでは次のステージに向かいましょう。ここはマリサが住んでいる魔法の森ですね。そして5面のボスとして現れたのは新キャラクターの三つが白絵の子です。二つ那覇新刊のケルベロス。見た目通り、能力は穴を操る程度の能力。清楚感ある雰囲気があるがトラバサミを持っていて挟まれないか心配だよ。トラバサミとはクリップのような形状のバネ式のシンプルな罠。トラバサミは、狩猟に使う罠のことで、その威力が強すぎると話題になっています。トラバサミは主に大型動物に使用されるのですが、威力が強すぎて人間の骨であっても粉々にするほどとも言われていますよ。絵の子のデザインは山犬らしく犬の耳が特徴で、髪型は白ベースのネズミ色のメッシュが入っていますね。彼女は残務の肉を食べた山犬であり、半不老不死のまま魔法の森でひっそりと住んでいましたが、永遠に近い命を持ちつつ、覚醒することはなかったのです。ただの年老いた獣として長い時を過ごし、無意に生命の炎が尽きるのをただ待っていた。しかしあるきっかけで彼女のつけている法力を見つけ出し、生命を浄化する月の宝珠に似た能力を持っていたため、れっきとした不老不死となれたようです。ちゃんとした不老不死になったことで、若さも手に入れたようだな。そうして本当の不死の存在となった、エイヤ組とは違った不死者となりました。ストーリーではマリサを倒して無理やり仲間に引き込もうと挑んできますよ。マリサが勝利後、なんと彼女はマリサについて昔から存在を知っていることを語るのです。子供の頃に泣いていた頃とは比べ物にならないとまで言っていますね。知り合いだったの？でもマリサは全く知らない感じだよな。それは絵の子がまだ普通の山犬だったかららしい。そしてマリサはマジックアイテムの魔力を感じ取るのですが、そのマジックアイテムに魅了されて、視界が暗くなるのです。さて、6面ボスはもちろん日白残夢です。マリサとはどんな会話をするのか楽しみだぜ。残夢が言うには、これ以上マリサが異変解決に関わると事態が悪くなると思い、眠ってもらったようです。また残夢が言うに、あの仕掛けは残夢本人が設置したものだそう。ほう、その異変解決によって計画が邪魔されないようにトラップを仕掛けたということか。つまりあのマジックアイテムはそのための仕掛けだったようですね。しかし、先からもらったと言っていたが、矛盾していないか？それについても今後のストーリーで語られるでしょう。ということでマリサルートは以上です。まだまだ謎が多くて次が気になるよ。さあ、霊夢ルートが終わるとマリサともう一人キャラが解放されています。その解放されたキャラの名前はコチヤサナエ。おお、交流道から続けての登場とは驚きだぜ。今回のサナエはいつも以上に大暴れで大注目。サナエというと、歴代時期の中でも非常に安定性があり、中でも自動で敵に向かって弾幕が飛んでいくのでとても楽。さらにボムの威力は絶大だから安定性がエグいキャラだよな。そんなサナエがまず初めに出会ったのは、なんと、交流道の中ボスの管巻司です。おお、司がまさかの登場。バレットフィリアでも活躍していましたが、まさかこちらでも登場するとは、今一番流れが来ているキャラですよ。しかもサナエちゃんと呼んでいて、いきなり神社を貸してくれない？という無茶ぶりに加えて、山の妖怪の拠点にさせてほしいというさらなる無茶ぶりをかましました。さすがハジャークなメスがきつね。さすがのサナエもバカ言うな。なんじゃそれと罵っていますね。サナエは交流道で時期になっていて司と会ったことがあるし、同じ妖怪の山で住む同士だからちゃん付けなんだな。サナエが勝利後、一応司は司で土地の権力争いのことを考えて言っていたようですね。そして2面ボスはこれまた衝撃のキャラクター。幻想郷の賢者の式神、ヤクモランです。嘘だろ、ランが来たのか、マジで最高かよ。前回の10億円予想でランが来ると言いましたが、まさか本当に来るとは驚きでしたよ。いやあんたも来ると思ってなかったのかよ。ヤクモランというと、
キュービの狐らしく非常に賢く力のある妖獣。ヤクモランの元ネタは中国の妖獣であるダッキやタマモマエでもあるので、中国の妖獣である畜生界の組長と相性がぴったりということで来ると予想していたよな。幻想郷の賢者であるヤクモゆかりの式神でもありますよ。ちなみに豆知識として、大東方プロジェクト10 2023にて、ヤクモランの説明のところに式神は私たちのところでいう AI に近いものらしく、尻尾の数が多く、立派であればあるほど容量が多いらしいですよ。それは知っていると差がつく面白豆知識だな。そんな賢くて、幻想郷の賢者の代理人なので戦うことはない、と思ったら早苗曰く、かなこ様に妖獣は全て敵だと思えと言われたらしく戦うことになります。かなこ様の教え、物騒すぎでしょ。ヤクモランは式神のチェーンを使った弾幕で非常に強力ですね。チェーン自体も弾幕で当たる特殊からなかなかかわすのが厄介だよ。さて、次は3面です。実は早苗は青蓮戦から妖怪退治に目覚めていて、妖獣退治をするのが嬉しそうですね。守谷神社の住人危険だと思います。そして次に出てきたのは、これまた衝撃のサプライズ、妖怪だ抜きの親分、二つ岩マミゾウです。いいねいいね、マミゾウの登場は嬉しすぎるぜ。マミゾウは東方神霊病エクストラステージのボスとして初登場した、化けさせる程度の能力を持つ大妖怪です。数々の書籍や格ゲー作品で異変解決に活躍してきたマミゾウですが、ついに本編でも敵として時期として登場ですよ。マミゾウは多くの活躍をしてきて大妖怪にもかかわらず、意外にも人気投票では渋い結果なのでこれで人気が出てほしいところだぜ。一つ違いの同じくフルであるかなこ様の思いも乗せて、マミゾウも今回の異変にいち早く気づいて、色々試行錯誤している最中でしたが、もはや妖獣は敵だと思い込んでいる早苗は弾幕を仕掛けることになります。早苗さん G ルートに進んでいませんか？そして早苗勝利後、さすがは数々の異変の手助けをしてきたマミゾウなだけあって、この異変についてすでに情報を集めていたらしく、早苗に教えることに。早苗もかなり早い段階でこの異変の黒幕に向かっているけど、それよりも先に情報を掴んでいるとはすごいな。情報を分け与える気前の良さもマミゾウのいいところですね。そしてマミゾウに教えられてきた場所が、地獄。いきなり地獄に行く羽目になったこともあり、めちゃくちゃ嘆いていますね。そこで出会ったのは、これまたある意味衝撃のキャラクター、気血組の組長、吉兆や知恵です。色々と S すぎた組長。吉兆や知恵は東方期計14面ボスで、畜生界で名を馳せる組織の一角気血組の組長吉兆や知恵です。時期たちに憑依した動物霊であるカワウソ霊にとっては上司、狼霊と大足霊にとっては敵対していた組織のリーダーということになりますね。また慶が組先や強力同盟ユーマは自ら率先して動く行動派なのに対し、こちらは頭脳派集団いわゆるインテリヤクザのリーダーということもあってか、他者を動かすスタイルが特徴だぜ。ただ今作は自らもかなり積極的に動いているようで、手始めに早苗と戦うことになります。早苗勝利後、や知恵曰く霊にとって弱点は肉体を持っていないことだったのですが、ついに肉体のある部下を手に入れたことで、地上を攻め入れることができると判断したようですね。そして早苗はその新たな部下のところへ行くことになるのか。そして教えられた聖域の森という場所に行くことに、テキスト説明によると、妖怪の山のふもとにある森だそうですね。ここは新しい場所だな。妖怪の山のふもとの森は聖域の森というのか。早苗曰く、排他的なものしかいないようですね。ヤマンバみたいなやつが出てきたらどうしようと言いましたが、これも正解でこの地はヤマンバがいる地らしい。坂種ムノとかコマクササンギョみたいなヤマンバがいるってことか。しかしそこで出てきたその姿はヤマンバではなく、孫悟空に似た姿をした少女だったのです。おお、新キャラクター。彼女の名前は孫美天、気血組の遊撃隊員だそうですね。聖域に森に住む住人はどうやら服装はワンショルダータイプの色彩豊かな組み合わせとなっているもので、スカートの裾と袖先には大小のひし形の穴が開いているのが特徴っぽいね。坂種ムノは聖域を作る程度の能力を持っているので、この森の長の可能性が出てきましたね。あと胸も豊かになるようです。うちの視聴者さんの性癖も開きました。そして、勝利後早苗はなぜ気血組なんかの味方をするようになったのかを聞き出しました。美天曰く、地獄に落ちるところをや知恵に救われたそうで、恩義があるようですね。へえ、そんな経緯があるんだな。そして美天の指示通り、早苗は近づいて目を閉じるのです。やだー、ズンさんサプライズすぎでしょ。そう、地獄へのサプライズです。いやなんでそうなるんだよ。早苗もマリサと同じく残務の罠にかかったようですね。残務が言うに、地上の異変は残務によって解決済みとなっているとのこと。やはり後発的に鬼になったとはいえ、好戦的な鬼らしく最終的には戦うことになり早苗の活躍はここまでですね。早苗ルートは歴代キャラクターたちと会えるから面白かったな。そうなんですよ。衝撃度で言うと、早苗ルートはかなり面白いですね。さあ、早苗ルートが終わると新たなキャラクターたちが解放されます。次は体験版から登場したキャラたちを見ていきましょう。まずはじめにナズーリンから見ていきましょう。おお、
可愛くなって帰ってきたナズーリンの活躍楽しみだぜ。ではまずはじめに出会うことになるキャラはなんと、東方地霊殿の5面ボスにしてコメージ悟りのペット、地獄の輪か、火炎両輪です。わっほーい。前回予想はしていたけど本当に来るとは驚きだぜ。この登場は最高すぎますよね。オリンは東方地霊殿4面ボスであるコメージ悟りのペットの一匹ですよ。灼熱地獄跡で怨霊の管理や死体運びを任されている妖怪で、霊や死体と会話することができるんだぜ。そしてここでなんと、ナズーリンとオリンは知り合いだったことがわかるのです。まさかの知り合い同士だったの？さらにナズーリン勝利後は、衝撃のカミングアウトがあったのです。なんとオリン曰く、もともとナズーリンは地底の仲間だったんですよ。嘘でしょ？ナズーリンってもともと地底にいたのかよ。このように今作はこういった歴代キャラ同士の掛け合いが聞けるだけではなくて過去の出来事も聞けるのでめちゃくちゃ面白いんですよ。東方大展示会でのズンさんのインタビューでも、バトルよりストーリーに力を入れていて、そこが見どころって言っていましたしね。そして勝利後、気前のいいオリンにお宝について教えてもらい次のステージに、そして次のステージでもまさかの、隙間妖怪の式、ヤクモランと出会うのです。この絵面、獣感すごすぎてたまんないぜ。ちなみに、なぜズン氏はナズーリンに乱を合わせたのかというと、おそらく稲荷神社で忘れてはならないものに、狐の大好物と言われる油揚げがありますが、稲荷神社のお供え物の代表とも言える、豆腐を油で揚げたこの食べ物、そもそもはネズミの代わりに備えられたものと言われているため、その関連でナズーリンに乱を出会わせたのでしょう。その出会い、ナズーリンにとってはあんまり嬉しくないね。勝利後、乱に応力について聞き出し、また次のステージへ向かいます。それでは次に出会ったのはセイランです。セイランはもともと月のウサギだけあって、地上のネズミを見るのが初めてなようで、ナズーリンを鉄祖と思っているようです。鉄祖は滋賀県の雲上寺三井寺に伝わる、世にも恐ろしい復讐劇で有名。恨みはラサで置くべきかと8万4000匹のネズミとなって延暦寺を襲撃したある僧の物語ですよ。だからお寺にいたネズミで鉄祖と思ったのね。法力についてセイランは何か知っているようで引き出すために、ナズーリンは戦いますよ。ナズーリンのダウンジング能力で法力はセイランが持っていると分かったということだな。そして勝利後、残念ながら本当に法力はなかった。どうやらもともと持ってはいましたが、どこかに落としてしまったようですね。そして次に出会ったのは、化け狸の旦那二つ岩マミゾウです。マミゾウは鎌をかけて、お宝を探しているのかと尋ねただけですがナズーリンは隠し事が下手なようで、バレてしまい戦うことになりますよ。賢い妖怪だけど、嘘は下手なのね。逆を言えば、毘沙門天の使いらしく、ナズーリンはそれだけ正直に生きていた可能性が高そうですね。ナズーリンが勝利後、さすがはマミゾウ、すでに地獄ルートと法力ルートのどちらの情報も掴んでいるようです。そして、ナズーリンは法力について知りたいため、マミゾウと手を組むことになりますよ。おお、歴代キャラ同士が手を組むなんて面白いな。この辺は憑依花に似ている部分がありますね。さて次に出会ったのは、新キャラクターの三つが白絵の子です。そしてついにナズーリンは探していた法力を見つけることになります。会話を見ると絵の子は手を握ると挟むという虎バサミを持っていて物騒ですが、ターゲットではなければ逃すという優しさもある妖怪なのがわかりますね。あとナズーリンの困るしてでも奪い取る箱はすげや。ナズーリン勝利後、このペンダントは組長からもらったものとのこと。ナズーリンはどうやら知り合いのために法力を探しているらしい。多分トラマルショーのことだろうね。そして法力の罠によって、地獄へ飛ばされるのです。しかし地獄で出会ったのは残務ではなくて、ヤチェだったのです。なぜヤチェが地獄にいるんだ？話を聞くと、どうやら部下の美点のおそらく試験官を見て、この転送の罠にかかったようですね。となると、最近部下になった奴らが持っている罠によってみんな飛ばされているっぽいな。なので、頭のいいヤチェは残務の仕業だということに気づきましたね。意味がわからないナズーリンの顔。結局、ヤチェは地上の支配を企むものなので、ナズーリンは戦うことになりますよ。これがナズーリンルートになります。エンディングはぜひプレイしてみてみよう。まだまだキャラクターがいるのでどんどん行きましょう。それでは次に紹介するストーリーはセイランルートです。セイランはどうやら法力ルートだったけど、ナズーリンとのやりとり中の考えなど気になるよ。まずはじめに出会ったのは駒のアウンです。今回のアウンはなかなかに好戦的ですね。ほう、力がみなぎっているようだし、何か理由がありそうだな。後のアウンルートも気になるぜ。セイランはだいぶ非常に馴染めてきているようで、地上が好きになっている様子ですね。セイラン勝利後は地上のものは好戦的になると勘違いしちゃっています。みんなやっぱりめちゃくちゃ好戦的でしたわ。みんな元気があってよろしい。さて2面の会話を見ると、どうやらセイランはこの時点ではまだ月の法力を持っていたようですね。住みやすい場所が作れるなんて、相当すごいお宝そうだな。さっき思いっきりフラグ立ててたけど。さて、次に出てきたのは手癖が悪いで評判らしいマリサですね。レディたちの手癖も悪いしね。勝利後はまた地上について学習したようですね。冷戦の時みたいに地上についてどんどん詳しくなってきているな。いい方向なのかは微妙ですが、さて、次は先ほどナズーリンルートで出会ったようにナズーリンですよ。
セイランとしてはナズーリンについて知っているらしく宝玉について隠そうとしていたんだな。ナズーリンを倒した後は、しつこいと思い、おだててこの場を乗り切る作戦に出ました。しかしどこかで落としてしまったらしく本当になくしてしまったようですね。お茶目なところもあって可愛らしいな。さて、セイランは落とした宝玉を見つけるために守谷神社にいる管巻司に依頼したようですね。絶対頼んではいけない人に頼んじゃった。セイランは団子屋でそれなりにお金を稼いでいるのか報酬のお金は出せるようですね。そして司とは情報を簡単に口を割らないか試すために弾幕ごっこをすることになりますよ。司に勝利後なんと、司はすでに宝玉の情報を手にしているというのです。もう情報を手に入れたの？さすがは大天狗の右腕なだけあり、司の情報収集力は計り知れませんね。司が言うには、魔法の森に宝玉があるというのです。魔法の森で宝玉ということは、そう、東方十王園の新キャラクター新刊のケルベロスミツが白絵の子です。絵の子は物騒な虎バサミを持っていますが、やはりターゲットでなければ特に襲うことはないようですね。今作はまさかのロリキャラが出てこなくて、お姉さんキャラばかりなのが衝撃だよな。東方のお姉さんキャラは癖強めなので好きですよ。絵の子に関しては清楚感あふれるいい幼獣お姉さんっぽいけど、虎バサミ装着してるしな。そして絵の子の宝玉は先組長からもらったものらしいのですが、セイランは自分の宝玉だと思い、弾幕を仕掛けますよ。そして勝利後、セイランは絵の子の持っている宝玉は自分のなのか確かめるためによく見せてもらうことに。しかしどんどん視界が暗くなっていく。おっとこのパターンは、そして彼女は地獄にいた。さっきの美点の時と同じように、あの宝玉には転送の罠が仕掛けられているようだな。そこで出会ったのは、絵の子の上司となった黒駒崎。狼霊を従える、聖徳太子が乗ったとされる黒い馬が元ネタだと思われる動物霊だ。会話を聞いていると、どうやら汚れなき月にいたセイランは地獄のエグい環境に耐性が弱くかなり困っているようですね。そんな地獄の環境を心地いいと言っている先の耐性力ってすごいわ。ただ、先もヤチエと同じように転送の罠に引っかかったと思われるのですが、脳筋なので気づいていないようですね。そういうことだろうね。そしてセイランは地獄の環境の耐性がないので弾幕ごっこで実力を見せれば助けてもらえることになります。でも会話を見ると、この状況下でも弾幕ごっこをしたがる地上のやり方にも慣れてきているし、かなり今回の冒険で成長しているのが感じられるな。こうしてこの後どうなったのかは視聴者さんの目で確かめてみてください。さて、本日ラストに紹介するのはコマのアウンのストーリーです。アウンちゃんは何か不気味な様子だったけど一体どうしたのか気になるよ。どうやらアウンは白霊神社から出るのは久しぶりのようですね。一人目に出会うことになったのはセイラン。初めて出会ったのに月のウサギと言い当てているな。どうやら誰かに横から囁かられたようですよ。セイランは宝玉を探しているらしく、宝玉を落とした後のようです。ということはアウンは他のキャラに比べて少し遅めに出動したようだな。さて、2面に現れたのは今一番あってはいけない人物サナエさんです。狂気的に戦闘モードに入ったサナエは会いたくないなぁ。どうやらアウンが言うには、幻想郷の巫女は理不尽なようですね。霊夢もサナエも正反対に見えて、似ている部分があるんだね。特にいい部分ではないですが、サナエに勝利後も巫女は乱暴だと言っていますね。よく巫女と一緒に神社で暮らしているよ。どうやらまた囁きが聞こえるようで、次のステージに向かいます。ここで出会ったのは同居人の霊夢ですね。霊夢はアウンに対してアウンちゃんと呼んでいて、仲がいいことが確認できますよ。ここではたわいもないやりとりが見られるのは同居人同士だからかな。霊夢はよく知るアウンの異変に気づいたようで、なだめるために弾幕を仕掛けますよ。霊夢に勝利後はそのまま探索を見過ごしてもらうことになりますよ。そして4面ではアウンが独り言をしているのが確認できますね。完全に乗っ取られてきているな。どうやら囁きはサナエについて詳しいらしく、秘密の趣味について語っています。サナエの趣味って何なのか気になるな。さて、次に出てきたのはマミゾウです。マミゾウになら気づいてもらえそうだぜ。そう、マミゾウはアウンを確認して何者かが囁く者の正体を見破りました。その正体はクダギツネです。クダギツネは大きさはチネズミやイタチほどで、人に取り付きその正気を食らってたたり殺す力を持っていますよ。人間に取り付いて意のままに操ったり、小物や富をかき集めることもします。東方茨河線ではマリサに化けたクダギツネが有名だよな。そしてマミゾウに勝利後、クダギツネにここを離れるように指示されて、次のステージである聖域の森に出向きます。そして今度はクダギツネに次の敵を手なずけるように指し示されます。その相手とはソンビテン。ビテンやっぱりいいわ。喋り方とかデザインとかはかっこいいんだよね。でも猿と犬って仲が悪いってイメージあるけど大丈夫なのかな？それについてはどうやら合っているらしく、ビテンは犬が嫌いなようですね。そうして弾幕ごっこを始めることに。しかし勝利後、別に犬が嫌いっていうわけではなくて、ただ単に犬猿の仲って言ってみたかっただけらしいです。いやなかなかのお茶目だった。そしてビテン曰く、アウンから感じる陽気が守谷神社と同じものと言っ
っていますね。また美典はアウンが誰かに乗っ取られていることに気づいていたようです。そして管狐をつけさせた者の正体も知っているようです。ほう、一体そいつは誰なんだ？なんと地獄にいるらしく、地獄へ向かうことに、試しに地獄に行ってみると、囁きが聞こえなくなり、黒幕が近くにいることが分かったようです。そしてその管狐を仕掛けた犯人の正体は、インテリヤクザの組長吉兆や知恵だったのだ。や知恵が仕掛けたものだったの？一瞬、管巻司の方かと思ったけど、や知恵だったのか。なぜ早苗の趣味を知っていたのかがかなり謎ですが、や知恵が言うには、異変に夢中になっている霊夢がいない神社を襲おうと思っていましたが、その守護神に守られているため攻めにくい。そのために神社から離れた地獄に誘い込んだということか。考えたな。しかしアウンは笑っていた。なんと神社から離れたとしても何も変わらないというのです。そしてアウンが言うに一体の心中のため、もう一人のアウンを神社に残しているため問題がないとのこと。なるほど、狛犬は2匹だもんな。一人を神社に残しておいたのね。そして八千恵は計画を台無しにされたので、その腹いせに弾幕を仕掛けることに、ここまでがアウンストーリーですね。アウンは無事に帰れて、神社はどうなったのか気になるよ。さて、さすがに動画時間がとんでもないことになるので今回はここまでです。うわぁ、キャラはまだまだいるし一体今作の真相は何なのか気になって仕方がないぜ。組長たちの動きや、残務の企み、ヤクモランやオリンといったキャラの活躍もあるので、次回も楽しみにゆっくりしていってね。ストーリーをより楽しみたい方は新キャラの解説もしているので先にそちらを見ておくといいですよ。また私と同じように相手の倒し方がわからなくて、積んでいた人高評価で教えてくれよな。結構いると思う。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。